もし明日あなたの秘密が暴露され社会的に殺されてしまうとしたら、2022年2月11日、イギリススタッフォードシャー州ストークオントレント、警察はある親子の自宅へ訪れていました。シルバーの車が割り込んできて青い車を追い回していたんです。神妙な面持ちで語る彼女の名はマヘク・ブカリ。隣では母親がショックを隠しきれない様子で口を手で覆っていました。親子でダンスを踊る姿が注目され、 TikTok フォロワー16万人を誇るインフルエンサーだった彼女たち。数時間前に隣のレスターシャー州で2人の青年を乗せた車が160キロで追突された死亡事故を目撃していたのです。そして親子は重大な事実を隠していました。その事故が本当はマヘクの46歳になる母親の18歳との不倫を隠すための殺人だということを。160キロの速度で追突され即死した2人の青年。なぜ母は18歳の少年と関係を持ち、その命まで奪ってしまったのか。その引き金を引いたのは他でもない実の娘だったんです。おそすけちゃんです。やみやみこんです。だからやめよさん、今度僕海外行くって言ったじゃないですか。はい。ドイツ、ポーランド、チェコに行くんですけど、一人だと何していいか分かんないじゃん。だから最近ね、あれ申し込んだんですよ。チェコの観光ツアーみたいな。で、一人でも参加できるやつ。恐れてるのが、他全員グループだったらどうしようってのと、他にも一人の人がいた時に、変な人いねえかなっていうのがすげえ気になったんですけど、ただ思ったのが、俺が一番やべえやつなんじゃないかなっていう。自己解決してる。ツアー以外も一人の時間あるんで、なんか皆さんおすすめのね、場所とか、ご飯屋さんとかね、あればね、ぜひね、コメント欄で教えていただければと思います。今回はイギリスで起こった殺人事件をご紹介します。この事件では車に乗っていた若者2人が時速160キロの車に追突されて亡くなってしまうんです。160キロの状態でブレーキも踏まずにみたいな感じで追突されたらひとたまりもないわよね。車が真っ二つになるぐらいの大破で、そんぐらいスピードを出してたってことなんです。当初警察は2人の青年の死をね、衝突事故と片付けていたんですが、実はこの事件にはある親子が深く関わっていたんです。事件の始まりは男性の元に届いたある一通のメッセージでした。そのメッセージに誘われ、男性が向かっていた先で待っていたものとは、忍び寄る影。2022年2月11日、イギリスレスターシャー州レスター。深夜のスーパーの駐車場に1台の車が滑り込みました。車内には若い男性が2人、サキブ・フセインと友人のハシム・イジャズディン、いずれも21歳の青年でした。彼らが夜遅くにこの駐車場へ来たきっかけは一通のメッセージ。借りてたお金を返すわ。会って話をしましょう。元恋人からそうメッセージを受け取っていたサキブ。彼は運転ができないため、友人のハシムに車を出してもらい待ち合わせ場所へやってきたのです。すると人気のない駐車場にはすでに2台の車が。その車から降りてきたのは目出し帽をかぶった8人組でした。なんだこいつら。突然現れた武器を持った集団にサキブは激しく動揺。そう、元恋人からの連絡は罠でした。一体なぜ元恋人は男たちにサキブを襲わせたのか。そもそもサキブとその女性の関係は最初から間違いだらけだったのです。時は遡り2019年、スタッフォードシャー州ストークオントレントの自宅で、ある親子がスマホを片手に笑い合っていました。見て、またバズってる。隣の母親に向かい嬉しそうに画面を見せるその女性はマヘク・ブカリ。画面の中ではマヘクとその母親アンスリーンが2人並んで楽しそうに踊っていました。一見姉妹にも見えるその親子はメイビーの名で TikTok 投稿を行っており、一部から人気を集めていたのです。母親のアンスリーンにとって SNS 上でチヤホヤされるその日々は少し遅れてやってきた青春のように思えていたのかもしれません。アンスリーンは若い頃フライトアテンダントになる夢を持っていましたが、パキスタン出身でイスラム教の厳格な家庭で育った彼女は大学への進学すら認められず、タクシー運転手の夫アリラザも両親が決めた結婚相手でした。夫と2人の子供を育てるごく普通の主婦として家庭を支える日々の中、娘の TikTok に出演したことでここまで人気者になるなど思ってもみなかったのです。娘のマヘクはもともと美容やファッションを中心に発信していましたが、母アンスリーンと一緒に踊る動画が話題となり、フォロワーはたちまち16万人を突破。2人の仲睦まじい姿を多くの人が微笑ましく見守っていたのです。やがて娘のマヘクはインフルエンサーとして招かれるパーティーやイベントに母を連れて行くように。
厳格な家庭で育った母アンスリーンは経験したこともない刺激的なその日々に引き込まれ、娘と一緒に連日深夜のクラブやパーティーに明け暮れるようになります。そんなある日、ライブ配信アプリを通じ母アンスリーンにコンタクトを取ってきた男がいました。27歳と名乗るその男はそう、後にアンスリーンと恋仲になるサキブでした。バーミンガムのホテルで始まった2人の関係、夫以外の男と密室で会うこと自体、厳しい親に結婚相手を決められたアンスリーンにとっては全てを失いかねないタブー。それでも止められない。抑圧された日々の中、アンスリーンは自分を一人の女性として見てくれるサキブとの関係に溺れ、その後関係は3年続きます。この時アンスリーンは想像もしていませんでした。サキブが本当は18歳の少年だったということを。相手のとこは27歳だっつって近づいてきたんでしょ。そうなんですよ。うんサキブは年上の女性と付き合うのが好きで、42歳のアンスリーンの気を引くためにね、年齢を偽っていたんです。そしてアンスリーンにとって、この男との関係がバレることは、社会的な死を意味していたんです。ここで本日のメトラキーワード、名誉の文化について。社会心理学では、個人の行動が本人だけでなく、家族や親族などの共同体全体の評価に結びつく文化を名誉の文化と呼びます。そうした文化の中にある家庭では、結婚相手は親が決め、夫の許可なく外出や仕事ができないケースも珍しくありません。その環境においては、不倫や性的なスキャンダルは夫婦間の問題では済まされません。親族全体の評判を落としたとして、親族や信仰とのつながり、生活の基盤そのものを失ってしまうこともあるのです。イスラム教に限定した話ではありませんが、アンスリーンの家庭はこの名誉の文化を大事にしていました。アンスリーンにとって不倫が暴露されることは、信仰、親族、そして母親として築いてきた立場の全てが崩れる恐怖としてのしかかっていた可能性があります。アンスリーンにとって、この不倫がね、バレた時に失うものっていうのは、あまりにも大きく膨れ上がっていたんです。だからこそその危機が訪れた時に、単なるスキャンダルではね、済まされずに事件に発展してしまったんです。表変した恋人。なんで通話に出なかったんだ。不倫が始まって3年が経った頃、アンスリーンは困り果てた表情でスマホから聞こえてくる恋人サキブの怒声を聞いていました。2人の関係が深まるにつれ、サキブの態度は変わっていきました。ビデオ通話中に服を脱ぐよう命じ、通話に出なければ暴言を吐き散らす。月日が経つごとに彼はアンスリーンを束縛支配しようとしたのです。2022年1月、耐えかねたアンスリーンは別れを切り出します。しかしサキブが簡単に別れを受け入れるはずもなく、彼はこう言ったのです。俺が使った金を返せ。3000ポンドだ。もし払わなかったら夫と息子にお前の裸の動画を送る。ビデオ通話中、サキブが恋人のアンスリーンに服を脱げと命じたのは、彼女をより強く縛り付けるためだったのかもしれません。彼が要求してきた額は日本円にしておよそ47万円。それだけでなく、サキブは恋人アンスリーンの自宅にわざと贈り物を送りつけるなど、いつ不倫がバレてもおかしくない嫌がらせを繰り返したのです。不倫したさ、アンスリーンにも落ち度はあるんだけどさ、このサキブって男も散々束縛した挙句にさ、脅迫してるじゃない。最悪やない、この男。そう思いますよね。亡くなった彼にもまた、恐喝犯というね、裏の顔があったんです。そしてアンスリーンがね、マヘクに相談したことから、事態は一気にややこしくなってしまうんです。恋人サキブの行為は明らかに脅迫でしたが、アンスリーンは警察には行けません。警察に行けば不倫そのものが明るみに出る。ましてや息子と変わらない年齢の青年と関係があったなどと絶対に知られるわけにはいきませんでした。どうしたらいいの。追い詰められたアンスリーンは娘のマヘクに全てを打ち明けたのです。あの男、信じられない。母から話を聞いたマヘクは怒りに震えました。母が不倫していることも薄々知っていたマヘク。それでも彼女は家族の平穏のためにあえて何も言わずにいたのです。そして不倫相手の脅迫が家庭の崩壊につながることは、その家で育ったマヘクが一番よく理解していました。そこで彼女は母から相談を受けた後、すぐに TikTok の人脈を使って仲間を集めます。その仲間を使って何をしようというのか。マヘクは母に宛てたメッセージで確かにこう言いました。あいつを何が起きたかわからないうちに殺してやるわ。2022年2月11日、スーパーの駐車場に止められたシルバーの車の中で、サキブは友人のハシムと共にその場の光景に目を疑っていた。目出し帽をかぶり、武器を手にした8人の集団はこちらへ向かってまっすぐに進んでくる。やばい罠だ、逃げろ。
恋人アンスリーンに騙されたと気づいたサキブは慌てて友人のハシムに車を発進させる。8人組はすぐに2台の車へ乗り込み追跡を開始。3台の車が深夜の道路を駆け抜けていく。サキブとハシムは速度を上げ背後から迫る2台を必死に振り切ろうとするが、男たちは14分間彼らから離れず追い詰めていった。助手席のサキブは震える手で緊急通報999番を押した。頼むから助けてくれ、死にたくない。ひどく取り乱したサキブの声に非常事態を察した警察はすぐに出動の手配をするが、追跡してきた1台の車が猛スピードで2人の車に突進。道路をそれたサキブたちの車は木に衝突して真っ二つに裂け、激しい炎を上げ始めた。追跡してきた車に突進されたサキブとハシムはそれぞれ即死。遺体は焼け焦げてしまい、歯科記録でしか本人とは判別も不可能な状態となっていました。ハシムは車出してくれって言われただけで全くの無関係なんでしょ、友達の男女関係のいざこざに巻き込まれて自分まで命を落とすなんてさ、もうとばっちりが過ぎるわよ。いや、ほんとそうなんですよ。ちなみにハシムは誰にでも手を差し伸べる優しい青年だったんです。マヘクたちの目論見では、この衝突は交通事故として処理され、自分たちの犯行であることは闇に葬られるはずでした。しかし事件から数時間後の朝、警察はマヘクの自宅へ訪ねてきたのです。崩れ落ちた仮面。警察がマヘクたちの親子の自宅へ訪ねてきたのは、いくつかの状況証拠から彼女たちが捜査線上に上がったためでした。まず被害者のサキブは2台の車に追われている最中の通報で、追ってくる車のナンバーや目出し帽の集団の特徴まで伝えており、警察は事件性が高いと判断。さらにサキブの親族が彼とアンスリーンの不倫関係を知っており、警察にその情報を伝えました。このほか事件当夜、マヘクと母親のアンスリーンが車で外出していたことが分かり、警察は2人に事情聴取をすることに。すると昨夜の行き先と事件について問われたマヘクは、母親と一緒にノッティンガムへ向かっている途中にたまたま追われている車を見かけたと話したのです。そしてマヘクはその追われている車についてこう言及します。後ろからシルバーの車がやってきて青い車を追い回したんです。シルバーの車というのは被害者サキブとハシムが乗っていた車のこと。本来なら追われていたのは彼らの方ですが、捜査を攪乱するためか、マヘクは加害者と被害者を真逆に語ったのです。結局諸々の状況証拠と供述の不自然さから、警察はその場でマヘクと母親のアンスリーンを逮捕。そして警察署へ連行されたマヘクは殺人容疑をかけられてもなお声高にこう主張しました。私はインフルエンサーなんですよ。インフルエンサーだから何よ、有名人だからっつって許されると思ってんの？マヘクは母親を守りたいっていうよりは、母親と一緒に撮った TikTok がバズったため、その地位を失いたくないっていう心理の方が強そうですよね。取り調べでね、私はインフルエンサーですって答えたところも、その浅はかな考えが滲み出てたんだと思います。取り調べでもマヘクはたまたま現場に居合わせたと嘘を重ねました。スマホの暗証番号をわざと間違え、端末を初期化して証拠を消そうとする場面も。しかしレンタカーの走行ルートや速度を記録していた追跡装置から彼女がサキブを追い回していた2台のうち1台に乗っていたことは明白。追突した車ではないものの関与していることは分かりきっていたのです。取り調べ中、捜査官はサキブの死の直前の通報音声を流しました。あいつらは俺を殺そうとしてる。お願いだ、頼むから助けてくれ。死にたくない。叫び声とともにその音声が途切れた後、加害者のマヘクはその場で泣き崩れます。しかしその涙は人を死なせてしまったことを後悔してのものではありません。その証拠に、サキブは嘘つきでいつも人を騙すような人間だったんです。マヘクはそう言って嘘がめくれた後も被害者サキブへの非難をやめなかったのです。裁判において弁護側はマヘクや母親アンスリーンの犯行について脅すだけのつもりだったと主張。しかし時速160キロで突進しておきながらその主張は通るはずもありませんでした。事件から約1年7ヶ月後の2023年9月1日、殺人罪で有罪となったマヘクに下された判決は最低31年8ヶ月仮釈放なしの終身刑。母アンスリーンは最低26年9ヶ月仮釈放なしの終身刑となりました。このほか共犯者も合わせて計7名が有罪となったのです。ちなみにマヘクは2025年の再審理で若さと精神的な未熟さを理由に刑期を5年短縮されています。裁判中、マヘクは記者に笑顔で手を振るなど自分が取り返しのつかない過ちを犯したことに全く実感のない振る舞いをしていました。そして有罪判決が下されたその瞬間、激しく泣き崩れたのです。判決言い渡しの際、裁判官はマヘクと母アンスリーンを見据え次のように断じました。安っぽい名声と歪んだ価値観が2人の若者の命を奪った。
自身が裁かれるその時までインフルエンサーであることを鼻にかけるような態度を見せていたマヘク。彼女が殺人を犯してでも母の不倫を隠そうとしたのは家庭の平穏ではなく、母と2人揃ってこそ注目された自身の地位を守りたかったからなのかもしれません。マヘクの TikTok アカウントは今も削除されず、週間後もフォロワーは増え続けています。遺族はアカウント停止を求める署名を立ち上げましたが、 TikTok 側の回答は規約違反ではないというもの。こうしてマヘクが何年もかけて築き上げてきた理想の自分は皮肉にも事件を通してより多くの人に知られるようになっていったのです。この事件は名声を失いたくないあまりに、人がまともな倫理観さえも失ってしまうことがあることを物語っています。何年もかけて築き上げた理想の自分が失われてしまうとき、あなたなら自分の非を認め、その地位を手放せるでしょうか。この映像は刑務所の中にいるある囚人をインタビューしたものです。2023年3月10日、アメリカ・ワシントン DC。 Despite my surroundings, I'm doing okay. I have a lot of supporters and people who uplift me and help me survive. 落ち着いた口調で語るこの女性の名はシャンティアリ・ウィームズ。メリーランド州にある託児所兼学童保育のオーナーをしていた人物です。シャンティアリにはすでに判決も出ています。実刑4年、出所後2年間の保護観察付き。その罪状は彼女が夫の首と太ももを銃で撃ち重傷を負わせたことでした。しかしシャンティアリはそのことに悔いはないと穏やかに語ります。なぜなら彼女の夫は彼女が心から愛し守ろうとしていた子供たちに性的虐待を加えていたその張本人だったから。自分の夫を重傷に陥らせて逮捕された託児所オーナーの女性。彼女はなぜ愛していたはずのパートナーに銃口を向けたのか。夫の罪に気づいてしまった彼女は被害者の苦しみを受け止め、自ら復讐することに。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。